おはようございます。今回はチャレンジ動画です。めちゃくちゃハードな傷を作って、それをどこまで綺麗に再現できるかチャレンジしてみようと思います。いやでもこれかなり難しかったですね。っていうか傷半端なさすぎるんですよ。自分で作っておきながら、これがどれぐらい直せるか見ていきましょう。では行ってみましょう。金丸保守株式会社。もうカッターで削いどったら火くれるんちゃうか思ってバーナーで炙り溶かしてやりました。炙り溶かしたがゆえに下地がボコボコです。とりあえずガーッと研磨して境界線の部分もよく削って下地処理完了です。イサム塗料のラクトギパテでパテを埋めていきます。硬化剤を出して混ぜていきます。この混ぜる作業個人的には割と好きですね。結構無心になれていいです。パテこねるだけのバイトがあるけどやるかって言われたらそこまで好きではないです。上手に混ぜましたね。次は充填です。僕は結構パテ入れるの苦手で、よくしようと思っていじり倒して結果的に悪くなるんですが、ちょっと悪いぐらいでもパツンと入れて一発で入れた方が綺麗な場合も結構あります。これは結構成功した方です。研磨していきます。ちょっと削りすぎてしまったので、必要な部分にもう一度パテを充填します。乾燥させて研磨します。ここまで来て気になる小さなへこみがあればハードワックスを入れて研磨して瞬間接着剤でコーティングすれば楽に綺麗な面が作れます。これほど大きい傷になってくるとあくまでハードワックスはサポート的に使います。これでやっと小面が完成です。次は色付けなんですが、この部分の色が剥げてないか心配なのでサンディングシーラーを拭いて削り目を埋めていきます。綺麗に消えてくれましたね。色を4色作りました。薄い色から順番に1番、2番、3番、4番となっています。これが一番薄い色の1番です。2番です。3番です。一番濃い4番です。まずベースに2番で塗っていきます。よく塗料を弾いているのは液だまりにならないようにです。こんな感じでドライヤーを当てながら塗り重ねていってこんな感じです。2番の塗料がちょっと濃かったので白を混ぜて少しシンナーを足してふわっと塗っていきます。全然力を入れずハケの先だけが少し当たる程度に塗っていくとこんな感じで木目っぽい雰囲気が出ます。賃貸の退去後の傷の連打やフローリングのシミなどこのやり方で消すと結構喜んでもらえます。次に1番でふわっと塗りしていきます。
これはもうゆっくり慌てず何回も何回もハケをはわして描いていきます。こうなると慌てて力が入った証拠なので、こうならないようにやるとすごく綺麗に木目っぽくなります。こんな感じでふわふわっと塗っていって、これで木目の下地完成です。3番の塗料を筆で入れていきます。次に4番の塗料を筆で入れていきます。これで1番、2番、3番、4番の色が入り乱れるように色が入っています。1番の色で一体感を出していきます。結構描いたので筆目が出てるのでシーラーを拭いて研磨していきます。塗装面を研磨するときにそのまま研磨するよりシーラーを拭いて研磨する方が塗膜を引っ張ったりせずいい感じで削れます。3番で印象的な木目を描いていきます。最後に1番で微調整とツヤスプレーを振って完成です。これぐらい大きいやつを本気で描こうと思うとかなりきついですね。精神的にも体力的にも。もうこの時すでに体力の限界を迎えていました。今見るともう少しやりようあるかなと思うんですけど、まあこの時の僕の力量ですね。完成。そこそことこまでは持ってこれましたね。また後日必要最低限の編集で声なしテロップなしで動画を出しますので、作業をじっくり見たい方はそちらもチェックしてみてください。ためになったなぁという人はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。